Go! 少し前にご紹介した漆喰壁の下地作りですが、あれからちょっと頑張りまして全部打ち終えました。こういう単純作業が多い仕事は勢いが大事なんで、このまま漆喰も塗っちゃいたいと思います。もちろんもみ殻入りのもみ殻漆喰です。こういう粉状の漆喰に水を入れてこねるんですが、手順としては反対でですね、実は水が先で、水を溜めておいたバケツの中に漆喰の粉を少しずつ溶かしていくというのが正解です。というかこれが正解っていうわけじゃないかもしれませんけども、漆喰の粉を先に入れてその後で水を入れても全然混ぜられませんからね。モルタルとかコンクリートの場合は先に砂とかセメントを入れておいて少しずつ水を足しても混ざると思うんですが、この漆喰の場合は先に粉を入れて後から水を入れても本当に混ざりません。こればっかりはやったことがある人じゃないとわからないかもしれないんですけども、本当そうなんですよ。先に水じゃないとダメなんですよね。最初このぐらいのミルク状の液体を作っておいて、この中に漆喰の粉を足していきます。編集してて気がついたんですけども、もみ殻漆喰ってお好み焼きのイメージですね。焼く前のお好み焼きの生地を作ってるような感じです。だいたいこのぐらいの硬さですね。お好み焼きの材料を入れる前の生地の硬さです。もみ殻も水を吸うのでちょっと柔らかめですね。もみ殻の量も感覚でやってるので、これをコテで塗っていくんで、コテで塗っていけそうな硬さになるまでっていう感じですかね。それがちょうどお好み焼きのキャベツを混ぜてるような、そんな雰囲気なんですよね。だいたいこんな感じです。お好み焼きに似てませんか？このぐらいでちょうどいいと思います。ファクトリー9。壁の方ですが、最初梁と柱にマスキングテープを貼ります。今はマスキングテープっていう便利なものがありますけども、漆喰って昔からの技術なんで、マスキングテープができる前はどうしてたんですかね。気をつけながら塗ってたってことなんでしょうかね。それを考えると昔の人の技術っていうのはすごい高度な技術ですよね。ここの部分は吹き抜けで、下は普通に生活してる部屋なんですよね。梁の上に足場板を渡して作業しています。で、このまま漆喰を塗って下にこぼしてしまうと大変なので、養生シートを貼っています。
ファクト EQ。以前動画でもご紹介したこのはしごを上り下りして作業しているわけですが、この漆喰って結構重たいんですよね。それでこの足場の板をですね、はしごを上り下りするたんびに付け直さないといけないんですよね。これがめんどくさくてね。これでようやく塗り始められます。こんな感じで一面ようやく塗り終えましたけども、これを何回もやらなきゃならないんですよね。これも以前動画でご紹介したレトロなスイッチですけども、一旦プレートだけ取り外してスイッチの、マスキングをして、それから壁塗りを始めます。このもみ殻漆喰のいいところは、もみ殻が入っていてザラッとしてるんでコテ跡が残らないんですよね。僕みたいな素人でもまあまあの仕上がりになります。漆喰っていうと本当は荒壁の上に1ミリとか2ミリとか薄くしか塗らないんですけども、うちみたいに木で作った下地の上にもう1回で仕上げちゃいたいって場合は、このもみ殻を入れることで厚塗りができるんですよね。全部塗り終わったんでマスキングテープを剥がすんですが、これは漆喰が乾く前に剥がさないといけません。漆喰が乾くまで待ってしまうとマスキングテープも一緒に固まってしまって剥がれなくなります。マスキングテープを剥がすと少し漆喰がめくれたような感じになってしまうので、刷毛を水で濡らして押さえていきます。これで養生シートを剥がせば完成です。ファク
クトリー9。ということで、2階の壁のもみ殻漆喰全部ようやく塗り終わりました。壁がないまま4年経ってしまったので気になってたんですが、やっとできましたね。漆喰にもみ殻を混ぜるっていうのはあまり聞いたことはないんですが、素人でも塗りやすいですし、見た目もまあまあいいのでおすすめしたいと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。